こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。ご覧いただいているのは、木材で作る PC ケースの 3D キャドのアニメーションです。今回の動画では、実際の制作過程を見ていただこうと思います。木材で PC ケースを作るのは初めてなので、このアニメーションのようにちゃんとできるかちょっと心配ですが、温かい目で見ていただけるとありがたいです。材料のシナベニヤは材木屋さんにカットしてもらいました。ベニヤはドリルとジグソーで開口部を加工しますが、切断面がギザギザになるので、両側からカッターナイフで切り目を入れます。底面パネルの加工。側面パネルの加工。背面パネルの加工。余った材料を足に加工します。正面の防塵フィルターパネルを電磁板で加工します。加工が終わった背面パネルです。正面パネルです。穴開け加工はありません。マザーボード側の側面パネルです。塩ビ板で加工した防塵フィルターパネルです。底面パネルです。前面パネルです。側面パネルです。足。材料を木工用ボンドで接着していきます。接着のコツは、多めに接着剤を塗って、はみ出した部分は後から拭き取るようにします。接着部分は、1箇所ずつ直角を確認しながらクランプなどで圧着します。欲張って複数箇所を一緒にやろうとすると、失敗しやすくなります。天然木の小口テープを貼ります。貼り付ける前に小口を紙やすりで整えておくと接着力が増します。小口テープは長めに切っておいて後からカッターナイフでカットします。組み立てたパネルに接着剤を塗って背面パネルの上に乗せます。位置が決まったら重しを置いて余分な接着剤を拭き取ります。乾燥したら貼っておいたマスキングテープを剥がします。ステインで着色する場合は接着剤がつかないようにマスキングテープで養生します。正面パネルも背面パネルと同じ要領で接着します。前面を研磨して、表面を滑らかにします。防塵フィルターパネルも、塗装が乗りやすいように、紙やすりで研磨します。塗装工程。水性ステイン。木材に染み込んで、着色する塗料です。
余分な塗料を拭き取ります。1回目が十分乾燥したら、2回目の水性ステインを塗ります。好みの濃さになるまで、この工程を繰り返します。サンディングシーラーを、すべての面に塗ります。この塗料は、研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりが良くなります。400番の耐水性紙やすりで、水で濡らしながら研磨します。ここで気をつけるのは、力を入れすぎて、着色層まで削らないようにすることです。塗り圧の半分ぐらい削る感じです。削りカスをきれいに拭き取ったら、水性ウレタンニスを木目に沿って塗ります。水研ぎ、水性ウレタンニス塗りの工程を4回繰り返します。きれいに塗るコツは、なるべく薄く塗ります。厚く塗ると、白っぽくなったりします。塗り圧を厚くしたい場合は、工程を多くします。水性ウレタンニスの工程は終了して、乾燥させたので、それ以外の部分を塗装します。すでに塗装した部分をマスキングして、黒のスプレーで仕上げます。防塵フィルターパネルも、黒のスプレーで塗装します。塗装が終了して、十分乾燥したので、マスキングを剥がします。鬼目ナットは、側パネルと、防塵フィルターのネジ弁に、取り付けます。金槌で傷がつかないように、プラスチック板で養生します。前面と、側面に取り付ける、アクリル板を加工します。スイッチボタンと USB コネクタ用の穴をドリルとヤスリで加工します。側パネルの吸気用スリットをノコギリとヤスリで加工します。アクリル板でスイッチングユニットの材料を加工します。あ、割れました。作業は危険が伴うので、十分注意しましょう。アクリル板を接着して、スイッチと LED を取り付ける、台座を作ります。電源ボタンを、アクリル板とアルミ板で作ります。アクリル板とアルミ板は、両面テープで接着します。電源ボタンと、スイッチと LED の台座ができました。このマザーボード用スイッチ&LED に、手を加えて、見栄えを良くします。緑の LED を、青の LED に取り替えます。カラフルなケーブルは、見栄えが悪いので、スリーブします。ケーブルは、電源スイッチと電源 LED のみ、にします。青の LED を、ケーブルにハンダ付けします。
チューブをライターで炙ります。コネクタを元に戻します。できました。アクリル板の天面パネルを両面テープで接着します。フロント USB コネクタ基板を木ネジで固定します。スイッチングユニットを木ネジで固定します。塗装した防塵フィルターパネルに塩ビ用接着剤でサランネットを貼ります。ベニヤで作った足にゴムシートを両面テープで貼ります。足を木ネジで取り付けます。スペーサーを裏側からサラネジで固定します。スペーサーはストレージと配線スペースが必要なので 20mm のものを使用します。最初にストレージを取り付けます。次に電源ユニットを取り付けます。SATA 電源ケーブルを取り付けます。SATA ケーブルの接続と SATA 電源ケーブルから USB 電源と RGB コントローラーとを接続します。I/O パネルを取り付けます。マザーボードを取り付けます。マザーボードのコネクタに ATX 電源ケーブル、CPU 電源ケーブル、USB 3.0 ケーブルを接続します。SATA ケーブル、USB 2.0 ケーブル、スイッチと LED ケーブルを接続します。
のアルミアングルを取り付けます。CPU グリスにこだわりはないです。付属で付いているものを使っています。グリスは均等に伸ばします。CPU クーラーを取り付けてから CPU ファンを取り付けます。ケースファンを取り付けようとしたのですが、ここで問題が発生しました。付属のネジは使えないので、ボルトとナットで取り付けるのですが、手が届かなくて、ナットが押さえれない箇所があることが判明。試行錯誤の結果、ケースファンのネジ穴に折り目ナットをはめて取り付けることができました。まあ、長いボルトを使えば簡単にできたんですが、買いに行くのが面倒だったので、この方法にしました。グラフィックボードを取り付けます。PCI エクスプレス電源ケーブルを取り付けます。スロットカバーを取り付けます。グラフィックボードブラケットのネジも締め直して、固定用のアングルのネジも締め直します。このマザーボードには RGB コネクタがないので CPU クーラーのコントローラーから二股にしてケースファンを光らせます。RGB コントローラーは電源ユニットに両面テープで固定します。背面から指を入れて操作できる位置にします。防塵フィルターをネジで固定します。折り目ナットを使っているので、締めすぎてもネジ山がバカになりにくいです。メンテナンスが必要な部分は折り目ナットを使用します。側パネルを取り付けます。マザーボード側は隠したいので黒のアクリル板を使用しました。こちら側は見せたいので透明のアクリル板にしました。側パネルもメンテナンス性を考慮し折り目ナットを取り付けてあります。完成しました。いかがだったでしょうか。ここまでは木材で作る PC ケースの製作過程を見ていただきました。細かいところでの失敗はいくつかありましたが、大体うまくいったんじゃないかと思っています。自分としては背面の開口部をもっと
綺麗に仕上げたかったのですが、自分の腕と道具ではこれぐらいが限界ですね。酢酸系の接着剤は熱に弱いですが、特に問題なさそうです。排熱に関しても、今は冬なので何とも言えませんが、自分の使い方では全く問題ないです。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。